今回のテーマは相対主義。日常生活や読書などを通して、相対主義の問題について少し詳しく知りたい人向けに解説していくよ。相対主義っていうと価値観や認識は人それぞれだから、絶対的な正義や真理は存在しないっていう考え方だよね。今、マリサが言ったことには2つの相対主義が含まれていて、一つは絶対的な正義つまり、絶対的な価値は存在しないという価値相対主義の考え方だね。もう一つは、認識論的相対主義と呼ばれる考え方で、人間の認識が個々人で異なることから、絶対的な真理を導けないとする考え方だよ。少しニュアンスは違うけど、人間の認識には限界があるから、真理は認識し得ないとする不可知論と重なる部分もある。相対主義にもいろんな立場があるんだね。この動画では、そのような様々な相対主義の区別についても扱っていくから、最後まで楽しんでいってね。チャンネル登録もよろしくお願いします。最初に、そもそも相対主義とは何かという話をすると英語では、リレイティビズム。人間は、特定の認識枠組みでしか物事を捉えることはできない。つまり、認識から導かれるものは、相対的なものに過ぎないという考え方だね。一方、反対に誰にとっても正しい認識、誰にとっても正しいもの、つまり真理が存在するとする立場は、絶対主義、アブソリューティズムと呼ばれる。歴史的に見ると、相対主義の問題を最初に扱った人として、ソクラテスが挙げられることが多いね。昔聞いたことがあるな。当時のギリシャでは、様々な知識を持ち、弁論術などを若者に教えて生計を立てる、ソフィストと呼ばれる人々が活躍していたんだ。ソフィストの一部には、認識、価値観は人それぞれだ。絶対的な真理、善は存在しない。という相対主義を土台にしている人がいた。そのソフィストに対して、ソクラテスは色々な質問を投げかけることで、相手の矛盾、無知に気づかせ、絶対的な真理や善を求める生き方を説いたんだ。その方法は、善について、いろんな例を出すソフィストに対して、善という一つの事柄について尋ねているのに、善が色々とあるのはおかしい。と矛盾をつくものだった。なんとなくソクラテスの方が正しい気もするけど、普通に考えるとソフィストの価値観や認識は人それぞれって考え方の方が一般的な気がするね。まさに、それが相対主義が問題になる理由の一つだね。私たちは、相対主義が当たり前の世の中を生きているんだ。その一方で相対主義に対してどこかモヤモヤした気持ちも抱いている。だからこそ、そのメリットとデメリットをしっかりと考えておくことが大切なんだと思う。相対主義と絶対主義は、どちらが正しいという問題ではなくて、両者ともにメリットがあり、デメリットがあるという考え方が大事なんだ。これから、いくつかの相対主義の話をしていくけど、その前に絶対主義と相対主義のイメージを掴んでおくと理解しやすいと思うんだ。まず、絶対主義のイメージはこんな感じ。絶対的な真理があって、それを目指して、人は進歩していくというイメージだね。こういう考え方を進歩主義とか、進歩史観と言ったりするんだけど、19世紀までの科学の発展や民主主義の発展の裏では、この進歩主義に基づく考え方が意味を持っていたんだ。なんか、王道ジャンプ漫画みたいだね。主人公の成長みたいな。そうだね。主人公が色々な出来事や人々との交流を通して、成長していく姿を書く小説のジャンルに、教養小説、ビルブングスロマンがあるけど、まさにそういった小説が多く書かれた時期でもあったんだ。次に、相対主義のイメージだね。相対主義は、認識価値はそれぞれ、上も下もなく対等と考える。なんとなく、平等って感じがするね。そうだね。さっき、19世紀までの世界を支えた進歩史観について触れたけど、相対主義が盛んになるには、発達した民主主義が成立していることが必要になると言ってもいい。独裁者や一部の身分の人たちのみに言論の自由が許される社会では、相対主義はそもそも成立し得ないんだ。そう考えると、民主主義が発達した古代のギリシャのアテネと、21世紀の現代で、相対主義が一般的になるのも理解できる。ただ、ウプ主は現代の相対主義には、かつてはなかった大きな収穫、メリットも大きいと考えている。その点を考えるために、次に色々な相対主義の形を見ていこう。まず、私たちのあり方を時間軸で見た時に出てくる相対主義として、歴史的相対主義がある。歴史的相対主義は、私たちは、現在という限られた歴史的状況の中に生きているに過ぎないという、認識からスタートするんだ。そこから、私たちの時代の常識で、過去の時代の常識の善悪や優劣を判断することはできないと考える。つまり、それぞれの時代には、それぞれの良さ悪さがあり、各時代の意味は相対的であると考えるんだ。これもよく聞く話だよね。その時代にはその時代の良さがあったみたいな。ただ、疫病の克服とか、理不尽な目に遭う人が少なくなっていくという進歩の部分も、歴史にはあるんじゃないかな。相対主義を厳格に貫くと、今言ったマリサの意見は、現代人の偏見に過ぎないということになるけど、
現実的に考えるなら、相対主義的な物事の見方を持ちながら、そこに一貫した進歩の流れを見出すことも大事になるよね。歴史的相対主義に似ているけど、少し異なるものに、科学的相対主義がある。科学的相対主義は、科学は漸進的、つまり順番に、時代が経過するにつれて進歩してきたという、歴史観に疑問を投げかけている。有名なものだと、科学史家科学哲学者のトーマス・クーンのパラダイム論がある。クーンは、科学は単線的に進歩するのではなく、その時代に規範的な研究の枠組み、パラダイムに基づいてなされると考えたんだ。パラダイムという言葉は聞き慣れないけど、もともとはギリシャ語のパラディグマ、規枠を意味する言葉が語源になっているよ。つまり、枠組みを表す言葉だね。この言葉はクーン自体の中でも、考え方の変化があるけど、クーンは当初、科学の歴史は、この科学的なパラダイムが、異なるパラダイムに入れ替わる現象によって進んでいると主張したんだ。そして、その現象をパラダイムシフト、科学革命と呼んだんだ。例えば、ニュートンの万有引力の発見が、主要になれば、科学者たちは、万有引力の法則を前提に、科学的発見を積み重ねていく。そして、20世紀になり、アインシュタインが相対性理論を発見すれば、相対性理論をもとに実験が行われていく。この考えの延長線上に、その時代の科学、つまりパラダイムの間には、優劣はないという、科学的相対主義という考え方が登場するんだ。クーン以外にも、ファイヤーベントなどが、科学的相対主義とみなされることがあるね。この考えは、極端に言えば、錬金術も現代科学もどちらが優れているということはないと考える。極端すぎる気もする。やっぱり錬金術の時代よりも、科学が発達しているからこそ、宇宙に行けたり、いろんな技術も可能になったんじゃない？有名な反論だと科学哲学者のカール・ポパーによるものがあるけど、ポパーは科学理論は、その理論が説明できる事柄の多さによって比較可能であり、科学は進歩していると科学的相対主義を批判しているよ。次に、私たちが生まれた集団に着目した相対主義として、文化的相対主義という考え方がある。文化的相対主義は、文化は、それぞれ固有の価値を持っているということから、異なる国や地域の文化や習慣、価値観に優劣はないと考える考え方だよ。これも異文化理解の話とかでよく聞く考え方だよね。そうだね。今の時代、経済のグローバル化が進んだり、インターネットが発展したおかげで、異文化の人同士が交流したり、一緒に仕事をする機会も増えてきたから、この文化相対主義的な考え方は、差別をなくす上でも大切なんだ。さらに、この文化相対主義の考えの中には、同じ文化の中に存在する、個々の文化には優劣がないという意見もあるよ。例えば、漫画、アニメ、映画などは低級文化であり、文学、学術などは高級文化である。というような区別に意味はないといった意見だね。そういう観点に立って、大衆文化や若者の文化に関する研究も積極的に取り入れていこうという流れに、カルチュラルスタディーズがあるよ。最近だと、オタク文化の研究とかも多いよね。現在では、漫画やアニメの研究をする大学の研究者も増えてきたけれど、以前はそういった分野の研究自体が難しい雰囲気もあったんだよ。文化的相対主義に似たものとして、言語的相対主義というものがある。これは、それぞれの言語による語彙や文法法則の違いなどによる優劣はないという考え方だね。また世界には、文字を持つ言語と文字を持たない言語があったり、英語のように世界中で使われているグローバルな言語もあれば、ある民族の人だけが使うローカルな言語もある。ただ、英語が世界的に使われるのは、単に歴史的に英語が使われる機会が増えたという、偶然によるものであり、言語の間に優劣はないんだ。こういう言語的相対主義の考えに立って、少数言語の保護や母語教育の重点化を図っている国も多いよ。さあ、現在の色々な相対主義について触れてきてけど、ここで一旦まとめをしておこう。相対主義では、異なる時代や異なる認識観、異なる文化、異なる言語の間に優劣はなく、同等の価値を持つと考える。そして、こういった相対主義が発展した背景には、私たちの思考は、それぞれ固有のシステム、文化や言語によって成り立っているという構造主義の影響もあるんだ。構造主義についてはいずれ他の動画で詳しく話すけど、構造主義は、それまでの私たちは自分の頭で物事を考えており、考え方が正しいか、間違っているかによって優劣がつくという、近代的なものの見方を真っ向から否定することになったんだ。19世紀までの進歩史観が、相対主義に否定される流れと重なるんだね。つまり、今まで挙げたような相対主義的な視点は、多かれ少なかれ、私たちの持つ価値相対主義的な考え方の土台になっていたり、根拠になっているんだ。そして、押さえておくべき点は、これらの相対主義的な視点を持っていることが、政治家、知識人にとっては必須となってきているという状況だね。政治家にとっては、ある特定の社会集団に不利益な政策や差別的な発言をしないこと。
つまり相対主義に立つことが政治的な正しさ、ポリティカルコレクトネスの一部となっている。さらに、学者や知識人も相対主義的な観点の有無がその学者人生を左右することも多い。人種差別発言が原因で、大学教員の職を失った人もいたよね。内心はともかく、現在ではほとんどの学者知識人が、著作や公の発言では、今取り上げたような相対主義的な観点に立って、物事を発言することを求められていると言っていいね。さて、今までの解説を踏まえて、まず価値相対主義のメリットについて考えていこう。これは一言で言えば、異なる価値観の尊重ということになるけど、相対主義に立つことで、私たちは価値の寛容性を持つことができるんだ。そして、その前提となる性別社会集団民族宗教使用言語などの多様性に対する、理解が進むということも大きなメリットだね。その上で、差別の是正に向けた取り組みなども可能になる。最近よく聞くダイバーシティマネジメントでは、企業が事業計画や雇用を考える際、ダイバーシティ、つまり人材の持つ人種や考え方の多様性を受け入れたマネジメントをすることを大事にし始めたんだ。そう聞くと、価値相対主義も悪いことじゃない気がするけど、問題もあるの？そこで次に価値相対主義のデメリットについて話していくね。まず、価値相対主義は、価値相対主義を共有しない人への新たな差別を生むという問題がある。これはさっき取り上げた、知識人や政治家は、相対主義的な視点を持っていることが、その人の正しさの前提になるという話に繋がってくると思う。人種差別的な発言は許されないとしても、ちょっと考え方が偏っていたり、妙に正義感が強い人がいるとめんどくさいなと感じる気持ちはあるね。価値相対主義が、本来は避けるべき差別を生み出してしまう理由として、ソクラテス自身も気づいていたことだけど、相対主義者は絶対的なものはなく、価値は相対的であると言いながらも、価値観は相対的であるという主張自体を絶対的に主張する絶対主義に陥るからという点がある。価値観は多様であるというのは絶対の価値だから、それを尊重できない人はおかしいという話か。これは、自己言及のパラドックスとも言われるけど、相対主義は、価値観は相対的であるという主張は絶対的であると主張を行う矛盾を常に抱えているんだ。相対主義を主張しようとすると、それに当てはまらない人を必然的に差別してしまうのか。それだと確かに絶対主義だよね。次に、価値観は人それぞれの中身をめぐる問題だね。これは、相対主義を認めつつも、それだけではないんじゃないかともやもやしている人の多くが、考える問題だと思う。つまり、どんな食べ物や映画が好きかといった趣味に関することは、みんな違って良いというのが、多くの人が共有する考えだと思う。その一方で、殺人などの重大な犯罪や、それほどではなくても、他人に嘘をつくのは、悪いことなのではないかと考える人も多いと思う。ここで、大事なのは殺人が罪に問われるとか、社会的にどうなのかという問題ではなくて、心の中の善悪の問題として、例えば、殺人に快楽を感じる人間も、価値相対主義は容認するのかという問題として捉えてみてね。この問題は、なかなか難しいけど、価値相対主義の持つ大きなデメリットを表していると思う。つまり、価値相対主義は、人々が万人が共有できる真理や善の探求を行うことを停滞させてしまう。価値観が違う人とは、話し合っても無駄だな、と感じることも多いよね。ただ、やはり同じ価値観を共有できることは、色々と問題があっても、社会や集団に属する大きな意味でもあるよね。善の探求という意味では、価値観は人それぞれといって、他人の迷惑になるような行為に走ることも問題になるよね。そうだね。単なるわがままか、その人の個性か見極める必要があるね。この問題は、私たちの生き方のどの範囲が、人それぞれの価値観として、相対主義に基づいて尊重すべきで、どこから先がどの人にとっても共有すべき絶対主義に基づいて考えるべきかの線引き問題と言っても良いと思う。自分とは異なる部分で線引きをしているなぁと感じたときは、相手がどんな根拠で、線引きをしているのか確認することも大事だね。そして、最後の問題に、私たちは自分自身の人生全体を相対化できないという問題がある。価値相対主義に基づけば、現在の自分の選択や価値観も、過去や未来の自分の選択や価値観も相対的な意味を持ち、平等ということになる。ただ、私たちは過去の失敗を悔やんだり、逆に過去の自分の境遇に感謝することも多いはずだ。人生が連続したものである限り、自分の人生を完全には相対化できないんだ。他人に対しては、相対主義的に考えるけど、自分に対しては、相対主義的には考えられないんだね。今回は、相対主義について、現代の様々な相対主義の姿を取り上げて、価値相対主義のメリットとデメリットについて考えてきたけど、最後にまとめとして、価値相対主義の活かし方について考えてみよう。まず、すべてを相対主義的に考えることはできないと認識することだね。これは、相対主義が成り立つためには、絶対主義に陥らざるを得ないという矛盾を考えると良いね。
そして、相対主義の背景には、私たちの認識が一致していないという前提があったことを思い出すのも大事だね。相対主義の場合は、そこから価値の相対性を導くわけだけど、私たちの日常の行き違いの多くは、ひょっとすると、話し合いで解決できるレベルの行き違いであることも案外多いからね。そして、価値相対主義の一番のメリットは、自分自身の他人に対する寛容性を高めるという点だと思う。自分とはちょっと違う考えだけど、この人なりの理由があるんだろうと考える気持ちは大事だよね。相対主義という考え方自体は、私たちの生活の至るところに染みついていて、それと無関係に生きることはそもそも難しいんだ。だから、時に相対主義的に相手の価値観を尊重しつつ、他人と共有すべき価値について話し合って、お互いに合意する価値を共有することが大切だと思うよ。なるほどね。勉強になったよ。相対主義について、私はこう考えるよという方がいたらぜひ、コメントで教えてもらえたら嬉しいです。視聴者さんの意見も踏まえて、また違う話をするのも面白そうだね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。